屋上に掲げられた旗のシルエット。AI で当時の色を再現してみる。孫能統官、天皇を尊び、関心を打つ。昭和11年2月26日。東京は30年ぶりの大雪だった。積雪30センチの程度で1483名の兵士が動いた。彼らは政府要人を次々と襲撃した。蔵相、内大臣、教育総監が殺された。首相は身代わりの死で助かった。侍従長は妻の一言で命を拾った。だが天皇は彼らを許さなかった。実際の写真というのは映画よりもリアルに感じられる。この動画では226事件の写真を1枚ずつカラーにしながらあの4日間をたどります。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。雪が降りしきる東京の街角。AI で色を入れてみる。銃剣をつけた38式歩兵銃を持つ兵士たち。軍用トラックが止まり、街は異様な緊張に包まれている。なぜ彼らはここに立っているのか。話は数年前に遡る。世界恐慌が日本を襲った。農村は飢餓に陥り、東北では娘が身売りされた。兵士たちの多くは農村の出身だった。自分の姉や妹が売られていく。その怒りが青年将校たちを動かした。犬飼剛第29大内閣総理大臣。 AI で色をつけてみる。1932年5月15日、海軍の青年将校が首相官邸を襲撃した。犬飼は語りかけた。話せばわかると。だが銃弾が答えた。これが515事件、226事件の4年前。テロの時代はすでに始まっていた。犬飼の死で日本の政党内閣は終わった。以後、軍の影響力が強い内閣が続くことになる。永田鉄山、陸軍将軍無局長。 AI で色を入れてみる。陸軍の近代化を推進した統制派の中心人物だった。国家層動員体制の確立を目指し、合理的な軍事戦略を追求していた。行動派の青年将校たちからは精神主義を否定する敵とみなされていた。行動派の正木仁三郎教育総監を更迭したのも永田だった。1935年8月12日、陸軍省の執務室で事件は起きた。行動派の相沢三郎中佐が日本刀を持って乗り込んできた。永田は白昼堂々切り殺された。陸軍省の中で軍人が軍人を切る。軍の統制は完全に崩壊していた。相沢三郎中佐、永田を切った男。 AI で色をつけてみる。軍法会議で相沢はこう主張した。行動派を排除しようとする動きは天皇陛下の大見心ではないと。青年将校たちは相沢を英雄視した。226事件への導火線に火がついた。荒木貞夫、陸軍大将。 AI で色を入れてみる。天の神聖を唱え、精神主義を掲げた行動派の中心人物。陸軍は皇軍であり、統帥権は天皇にあると主張した。陸軍大学校出身ではない荒木は青年将校たちの間で絶大な人気があった。陸軍の中にはもう一つの派閥があった。統制派。軍の合理的な近代化と国家総動員体制を主張した。永田鉄山や東条英機がその中心だった。荒木が陸軍大臣を辞任した後、統制派が実権を握り始めた。行動派の将校たちは次々と更迭されていった。この対立が226事件の直接の引き金となる。
北一揆 AI で色をつけてみる。日本改造法案大綱。天皇を中心に財閥を解体し、国民が平等に暮らせる社会を作る。青年将校たちはこの本に心酔した。北自身は決起に直接参加していない。だが精神的指導者として後に処刑されることになる。安藤照蔵大尉 AI で色を入れてみる。部下から深く慕われた人望の人だった。決起に最も躊躇していたとも言われている。鈴木侍従朝廷の襲撃を指揮した。ここに意外な事実がある。安藤大尉に嫁ぐ予定だった女性がいた。その女性は鈴木侍従長夫妻の養女だった。襲撃した側と襲撃された側が婚姻でつながるはずだった。事件のせいでその約束はホモになった。決起部隊を率いて行軍する栗原康秀中尉 AI で色をつけてみる。最年少の決起将校だった。彼らは20代から30代の若者だった。陸軍士官学校を出たエリート。将来を嘱望されていた。だが彼らは腐敗した政治を許せなかった。決起計画はこうだった。午前4時に決起し、各部隊が同時に動く。首相、内大臣、蔵相、侍従長、教育総監を同時に襲撃。主要施設を占拠し、天皇に直訴する。歩兵第一連隊と第三連隊が中心だった。皇居に近い兵舎にいたため、すぐに動くことができた。雪の中、兵士たちに訓示する新正忠中尉 AI で色を入れてみる。兵士たちは座って聞いている。彼らの多くは事情を知らされていなかった。上官の命令に従って出てきただけだった。決起出所にはこう書かれていた。君側の官を排除し、国体の誠の姿を権限せんとす。と。斉藤誠内大臣 AI で色をつけてみる。海軍大将を務め、内閣総理大臣を経て天皇の側近となった。2月26日午前4時30分、約20名の兵士が斉藤邸に突入した。斉藤は数発の銃弾を浴びた。即死だった。妻の春子は夫をかばおうとして負傷した。山王ホテルの前で警備する決起部隊の兵士たち。 AI で色を入れてみる。38式歩兵10に銃剣を装着し、ホテルの入り口を固めている。山王ホテルは決起部隊の事実上の司令部となった。将校たちはここに集まり、作戦会議を行った。ホテルの電話を使って陸軍省と連絡を取り、自分たちの要求を伝えた。決起部隊が占拠した施設は首相官邸、陸軍省、警視庁、国会議事堂周辺に及んだ。永田町一帯が兵士で埋め尽くされた。現在この場所には山王パークタワーが建っている。隣接する敷地には事件で命を落とした人々を慰霊する碑がある。高橋是清大蔵大臣 AI で色をつけてみる。日露戦争では外債を調達し、日本の勝利を支えた伝説の財政家。82歳でなお現役の蔵相だった。日本のケインズとも呼ばれている。青年将校たちは軍事費を削減した高橋を恨んでいた。午前5時頃、約20名の兵士が高橋邸に突入した。高橋は惨殺された。雪の中、建物の前に据えられた9式重機貫銃。 AI で色を入れてみる。兵士たちが銃剣付きの小銃を構え、周囲を警戒している。木箱の上には車両進入禁止の札。東京の中心部が戦場と化していた。警視庁も決起部隊に占拠された。この時、警視庁 K.A. 巡査の大石森一が兵士に立ち向かった。銃撃され殉職した。決起部隊に抵抗した数少ない警察官だった。鈴木貫太郎侍従長 AI で
色をつけてみる。天皇に最も近い側近だった。午前5時頃、約20名の兵士が鈴木邸に押し入った。拳銃で3発撃たれた。兵士がとどめを刺そうとしたその時、妻の鷹が叫んだ。とどめはやめてください。と、兵士は手を止めた。鈴木は奇跡的に生き残った。侍従長邸には警備兵がいなかった。天皇の側近でありながら無防備だった。鈴木は命こそ助かったが、右足が不自由になった。9年後、この男は終戦時の首相として日本を救うことになる。岡田啓介第31代内閣総理大臣。 AI で色を入れてみる。午前4時、約200名の兵士が首相官邸に突入した。激しい銃撃戦の後、兵士たちは岡田首相を発見したと思った。だが殺されたのは首相ではなかった。松尾伝蔵大佐岡田首相の議定。 AI で色をつけてみる。松尾は岡田と間違えられて射殺された。岡田首相は女中と女性に助けられ、地下室から裏門へ脱出した。兵士たちは警護の警察官を岡田と間違えて殺害したことに気づかなかった。岡田首相は殺害されたと新聞が報じた。翌日、弔問客に紛れて官邸から脱出に成功した。首相が生きていたことで事件は解決へ向かう転機となった。渡辺丈太郎教育総監。 AI で色をつけてみる。午前5時頃、11名の兵士が渡辺邸を襲撃した。銃剣で襲いかかり、さらに銃弾を浴びせた。渡辺はその場で命を落とした。娘の雅子は銃を手に取り、兵士たちに立ち向かおうとした。だが銃口を向けられ動けなかった。雅子は後にこう語っている。兵士を許すと。だが軍人の娘である自分に銃口を向けられたことが一番辛かったと。永田町料亭後楽の前で銃を構える決起部隊の兵士。 AI で色を入れてみる。首相官邸、陸軍省、警視庁、国会議事堂周辺が占拠された。陸軍歩兵隊3連隊の兵舎が陸軍省と隣接していたため、陸軍省は真っ先に占拠された。山下智之少将が陸軍大臣室で待機していた。決起将校たちは陸軍大臣に要望書を突きつけた。蒋愛新の断行、陸軍内の綱紀粛正。彼らは自分たちの要求が通ると信じていた。富士ホテルの前を行軍する兵士たち。 AI で色をつけてみる。左腕に白い腕章をつけている決起部隊の識別標識だった。富士ホテルも決起部隊の拠点の一つとなった。駐日イギリス大使館も反乱部隊に包囲された。外国人記者たちは東京で何が起きているのかを世界に発信した。ドイツの外交官ゾルゲはこの光景を見て本国に報告した。これは日本ファシズムの始まりだと。戒厳司令部と書かれた看板の前に立つ二人の兵士。 AI で色を入れてみる。事件発生直後、政府は戒厳令を布告した。戒厳司令部が設置され、鎮圧部隊の派遣が決定された。だが決起部隊はこの戒厳令を誤解していた。自分たちを保護するために発令されたのだと。陸軍省では川島義行陸軍大臣を中心に対応が協議された。正木甚三郎大将は決起部隊に理解を示すべきだと主張した。陸軍大臣は彼らの要望を天皇に上奏すると約束した。決起将校たちは自分たちの主張が通ると楽観していた。だがそれは幻想だった。東京の街に展開された89式抽選車。 AI で色をつけてみる。背景にダット山の看板が見える。日常の風景の中に戦車がいる。鎮圧部隊は皇居周辺に戦車を配置して警護を強化した。皇居の二重橋前にも戦車が並んだ。
鎮圧部隊は続々と集結し、反乱部隊を包囲した。決起部隊はもはや退路を断たれていた。昭和天皇、AI で色を入れてみる。青年、将校たちは天皇が自分たちを支持すると信じていた。天皇のために立ち上がったのだと。だが昭和天皇は激怒した。前の孤高の老臣を殺した。と、このような者たちに同情をしない。と、即座に鎮圧を命じた。だが陸軍省内には決起部隊に同情的な意見が多かった。陸軍大臣は当初、彼らの行動を義挙と評価する声明を出した。天皇の怒りを知った武官は陸軍省にそれを伝えるべきだと考えた。だが伝えなかった。一方海軍は最初から断固討伐の姿勢だった。陸軍と海軍で対応は真っ二つに割れていた。青年、将校たちの計算は完全に外れた。2月29日、東京の上空にアドバルーンが上がった。AI で色をつけてみる。軍旗に松張り付けと書かれている。ラジオからは基準を促す放送が繰り返された。勅命が発せられたのであると、すでに天皇陛下のご命令が発せられたのであると、朝日新聞社の屋上からは法勅命令を記した旗が掲げられた。下士官兵に継ぐと書かれたビラが巻かれた。今からでも遅くないから現隊へ帰れ。抵抗する者は全部逆賊であるから射殺する。お前たちの父母兄弟は国賊となるので皆泣いているぞ。海軍司令部2月29日、山下智之少将が決起部隊の兵士たちに直接説得を試みた。天皇の命令に従い武装解除せよと兵士たちは動揺し、次々と帰順した。約2000名の下士官兵が武器を置いた。土のうを積んだ機銃陣地、AI で色を入れてみる。2人の兵士が伏せて銃を構えている。11年式軽機関銃だ。その背後を市民が普通に歩いている。自転車が止められ、木造の商店が並ぶ日常の風景。その手前に機銃陣地がある。日常と戦場が隣り合わせの異様な光景だった。4日間、東京の中心部はこの状態が続いた。商店街を強軍する兵士たち。AI で色をつけてみる。沿道の子供たちが日の丸の小旗を振っている。2月29日午前、安藤照蔵は部下たちに脱走を命じた。将兵を救いたいという思いからだった。だが部下たちは従わなかった。安藤は自決を図ったが未遂に終わった。野中四郎は自ら命を絶った。他の将校たちは投降した。彼らは無罪を信じていた。自分たちの行動は天皇のためだったと。軍法会議がそれを否定することになるとはまだ知らなかった。兵士たちは上官の命令に従っただけとして原隊に返された。軍旗編鑑式が行われ、兵士たちは武器を置いた。磯部朝市大尉、AI で色を入れてみる。獄中で日記を書き続けた男。天皇陛下、何というご失政でありますかと。軍法会議は非公開だった。後に暗黒裁判と呼ばれることになる。弁護人はつかなかった。上訴も許されなかった。政府と軍部は事件の早期解決を図った。裁判で政治的側面が明らかになることを恐れたのだ。決起将校たちは法廷で自らの主張を訴えた。だがその声は封じ込められた。1936年7月12日、15名の将校が銃殺刑に処された。北一揆と西田光も処刑された。天皇陛下万歳と叫んで死んでいった。彼らの多くは20代だった。彼らは腐敗した政治を正そうとした。貧困に苦しむ国民を救おうとした。だがその方法は暴力だった。天皇は彼らを許さなかった。事件後、行動派は粛清された。だが陸軍の政治介入はむしろ強まった。
軍の意向に逆らうと226が起きる。総理大臣でさえも殺されてしまう。政治家は軍に逆らえなくなった。5年後、日本は太平洋戦争に突入する。青年将校たちが求めた昭和維新は皮肉にも軍国主義を加速させた。彼らの理想とその結末から私たちは何を学べるのか。先人たちの歴史の上に今の日本がある。このことを忘れてはいけないと思う。この動画では戦争の記憶を風化させないために当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しい。AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあればコメント欄で教えてください。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。あなたのご家族やご親戚に戦争を経験された方はいませんか？コメント欄で聞かせていただけたら嬉しいです。